皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は初夏に撮影した写真たちを10点ほど紹介したいと思います。前回は視聴者さんのね写真を紹介するコーナーをやったんですけれども、今回は私の写真でね、どういう背景で撮ったのかとかね、また、こういう風に活かしていけるんじゃないかとかね、そういうようなお話をねしていければなと思いますので、ぜひ最後までねお楽しみいただければなと思います。そして7月と8月の夏の撮影ワークショップの予約も開始しておりますので、詳細は概要欄をご覧ください。また今月ノートもですね、水の表現ということで、いろいろと書いておりますので、興味のある方はですね、ノートのマガジンの方も購読いただければなというふうに思います。じゃあ早速ですね、10点ほどありますので、1つ目からやっていきたいと思います。それではまず1つ目がこちらになります。これはですね、霧がすごく濃い日に撮影をしているんですけれども、上から降ってくるように生えているね新緑、これはトチの木の新緑になります。そして左下にはですね、まだ芽が吹いていないというかね、新緑が始まっていないダケカンバが、あるというような、そういうようなね感じです。山の中に行って、木々たちでこんなに緑の、始まる、タイミングって違うのかっていうところなんですけど、結構ね、種類によって違いがありますね。でこのダケカンバっていうね、私のチャンネルではよく聞くダケカンバなんですけれども、やっぱり標高の高いところで、生きている木でもあって、徐々に下から暖かくなっていくようなね、感じなので、そうなるとですね、割とダケカンバっていうのはタイミング的には遅いです。一方で、その他のね白樺とかっていうのは若干早いですし、このトチの木なんかはですね結構早めに緑が始まっていきます。なのでその植物によってタイミングが全然違ったりしますので、その不一致による、表現というか、そういったところをですねここではしています。なので両者のちょっと対話をね考えたので、でもやっぱ緑がやっぱ綺麗だったので、そこを大きく入れて、またこの垂れてくる枝の流れっていうところも非常に美しかったので、そこを主題として、で左下にダケカンバをねちょこっと入れるような感じでね、両者ちょっとお話ししているような感じで、表現をねしたという作品になります。続いてはまた植物によって新緑のタイミングが異なるというところに着目した、作品になります。こちらにねすごく、勢いがあるね木が生えているんですけれども、これも先ほど言ったダケカンバになります。一方でその後ろに生えているのはブナになるんですけれども、ブナの原生林の中にダケカンバが生えているというね、この辺りは湿原になっているので日当たりのいいところは、こんな感じで日を求めてダケカンバがぐわっとこう生えてきて、まるで歌舞伎役者みたいにね、すごい勢いで生えてきてるんですけれども、このダケカンバに関してももうちょっとタイミングがずれてくると全体的に緑に変わっていくようなね、そんな移行期になるんですけれども、ちょうどその狭間で撮ったようなね作品になります。でこの日は霧が入るというね、そういった予報で、いたので、ちょっとこの上部がね見てわかる通りブナ林がこうスパーンと切れて、本当は青空が広がるようなねところになってます。ただそのスパーンと切れてるところをあんまり入れたくないなっていうのがあったので、どうしても霧の時に行きたいというところでねこのタイミングを狙っていってるんですけれども、本当に見事なねダケカンバになりますね。でやっぱりダケカンバの樹皮見たことある人もいるかもしれないんですけれども、ものすごくこう光沢感もあるというか、存在感がねものすごくあるんですよね。なのでもちろんそのビジュアル的な、迫力っていうかね、うわっとこう、生えてくるようなその幹だとか、あとは枝ぶりっていうのもあるんですけれども、その若干光沢感があるっていうところでもこの緑の中でね生えてくるというか、そういうような、木になりますね。そういった季節によってね、やっぱその移行期っていうところはものすごくそういった植物の、カラーがね分かれてくるかなっていうところで、そういうところを狙って、写真をね撮っていくっていうのも非常にね面白いかなという感じがいたします。続いて3つ目も新緑のタイミングの違いを用いて表現できるものになるんですけれども、このキラキラとした黄色い、黄緑色のようなものっていうのは白樺になります。一方周りを覆っているちょっとこう銀というかねシルバーチックに輝いているのは先ほど言ったダケカンバになります。あとは針葉樹がちょっと混じったりもしてるんですけれども、これは朝、早朝にね朝日が当たっているところを撮っているのでサイド光でね入ってきている、なのでキラキラしているようなシーンになります。で特にこれ PL フィルターはね使っていないんですけれども、一般的にちょっとこうギラつき撮りたいから PL フィルター使おうっていう風に、なったりもするんですけれども、あえてここではその木々たちが持つ光沢感ですかね、特にダケカンバとかね、あとは常緑の針葉樹なんかも、その葉っぱの表面に、少しこの光沢感っていうのがねあります。
ますね。ワックスのような加工がされているんですけれども、そういったものもあったり、あとは先ほど言った竹看板の樹皮なんかは少しテカテカとしている、そういうところもですね、この反射につながってキラキラとした印象を与えてくれるので、逆にそのキラキラを撮りたくないなっていうところで、ここでは CPL を使わないでね、この朝のきらめきっていうところをね、表現したというものになります。今度はね、淡い感じの写真になっています。ちなみにさっき1個前に撮った場所と同じ場所で撮っているんですけれども、かなり印象が違うなっていう感じがしますね。で、これは何が違うかというと、撮った時間はもちろんなんですけれども、これを撮った時っていうのは曇天、かなりね、曇りの日に撮っています。で、曇りの中だと、先ほど言った光沢感、キラキラとしたね、ギラつきっていうものが一切、一切ではないんですけどね、ほとんどなくなってくるので、落ち着いた、色というか、になってきます。で、さっきはちょっと見えなかったんですけれども、実はこの竹看板の枝先っていうのはちょっとこう赤っぽくなっているので、そういった、赤っぽさがですね、たくさんあると、淡くね、赤く見えるんですね。で、これもね、また、新緑との相性が非常に良くてですね、ポンポンポンと、点在してある白樺の、新緑、本当に淡い色なんですけれどもね、それとの相性なんかもね、すごく良かったので、今回はね、そちらを撮影してます。で、その綺麗な色彩、ちょっとこうアブストラクトというかね、絵画のような世界をですね、そこだけ切り抜いても面白かったんですけれども、ちょっと手前にですね、新緑がつけれなかった、竹看板の枝っていうところをですね、ちょっと物寂しい感じで入れてるんですけれども、それをね、入れることによってちょっとストーリーをね、物語を持たせられないかなというところでね、やっています。奥の方にある植物たちっていうのは、これから芽吹いていくものがほとんど、もうすでに芽吹いている白樺もあったり、竹看板もね、これから芽を出していくところなんですけど、この子に関してはね、芽吹けないんですよね。その芽吹くための新芽がないので、そういったところでちょっと悲しいシーンなんですけれども、ただこの竹看板って、今この奥の方にある色彩っていうのは、この樹皮だったり枝が持ってる色彩っていうものがすごくね、生きて出てきていますので、そういったところも新芽っていうね、芽を張れなくても、この樹皮がこの綺麗な色彩を生んでいるというところでね、そのうちの一つなんだよっていう気持ちもあって、ちょっとこんな感じでね、物寂しいんだけど、でも重要な存在なんだよっていうところをですね、表現したい。あとは純粋にこの美しい色彩をね、表現したいなというところでやっております。そんな感じでちょっとね、そこには私の気持ちを入れたんですけれども、こういったね、季節の違いによって表現できる、もちろん視覚的に見て綺麗だったりもするんですけれども、何か、またそこにストーリー的なものも絡めてやっていくとね、非常に面白い表現ができるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、新緑のタイミングの違いによって、できるね、表現できる写真を4つほどね、紹介させていただきました。続いては、渓谷で撮影した新緑の写真になるんですけれども、これはですね、火山の、影響でできたね、渓谷なんですけれども、周囲はね、安山岩が、覆っているような、そんなところにこう水が流れて渓谷がね、形成されているんですけれども、で、ここは何回も足を運んでいる場所で、毎回ね、この辺りの撮影をするんですけど、この日はね、なぜか新緑が、ありました。こんなところに新緑なんて、植物なんて今までなかったのになんであるんだろうと思って、近くまで寄って確認してみました。そしたら、折れた、木の枝がですね、ここに突っかかっていて、断面がこの水の中にチャポンと浸かっているような状態で、それが、結局そこから水が供給されているのかですかね、新緑がまだ生きているような、そういった感じで、ここにね生えているっていうね、生えているっていうか突っかかっているっていうところですね。そんなような状態の、新緑でした。なのできっとこの後大雨とかね、そういうものがあったら、流されていってしまうようなねところなので、これはなんとか、撮らないといけないなっていうところで、カメラをね向けて撮ったというところですね。でやはりここを撮るとき結構ねカオスな状況というか、周りはガチャガチャしているようなね、シーンなんですけれども、この新緑をやっぱりメインとして、あとはこの沢の渓谷のねちょっと過酷さなんかも伝えられないかというところで、構図を作っていってます。でこの新緑の後ろって黒くなってるんですけれども、自分が発見した時の角度っていうのはこの滝にかぶっていたりとか、なんか違うところにあったりするので、自分の立ち位置を移動してこの岩の暗部ですね、暗くなるところに収まるように入れてあげたというところですね。そうしてあげることによって緑が生きてくるっていうところの、そういった構図の、ちょっと調整をしました。あとはこの水の流れの横になるっていうところもですね、少し表現したい部分ではあったんですけれども、やっぱ水の流れがあると、もちろん美しい力強さもあるんですけど、やっぱその水って、この木を生かしている、この葉っぱの新緑の木をね生かしているっていう要素でもあるんだけど、この後
流してしまうっていうね、命を奪ってしまう、そういったものでもあるわけですよね。そういったものと隣り合わせにいるっていう構成にも、なりますので、そういったところでもね、ちょっとこの位置が良かったかなっていうところですね。なので、この新緑は多分次行ったらもうないとは思うんですけれども、そういったその時にしかないものっていうものを取っていくっていうのもですね、非常に大事かなと思うので、最近は大雨も非常に多くなったりしますし、いろんなところの地形が変わったり、土砂崩れがあったり、いいことではないんですけれども、そういった時にしか見られないものってあったりしますので、そういうところももちろん安全に配慮した上で、撮影をしたりね、して記録に残していくっていうのも、大事かなと私自身はね、最近感じております。はい。ということで、もちろん安全に配慮して、そういったところに行って事故に遭ってしまって本末転倒なので、そういう時はね、必ず注意をして、行って撮影していただければなと思います。そんなね、一枚になります。続いてこちらは緑が入る環境というところに注目して撮影したものになります。大体ね、緑が入るところって土があったりとかね、ちゃんと土壌があってそこに生えてくる。もちろんそうじゃない、ブロックとブロックの隙間から生えてくるような緑もあったりとか、こんな岩と岩のところにどうやって根っこを張ったのっていうようなね、そういうような植物っていうかね、木もあったり、こちらの写真もまさにそんなようなシーンですね。まずパッと見たとき土ではないようなね、そういったところになります。もうパッと見ただけでどこで栄養を得て、生きているんだこの植物はっていうのはね、そんなようなシーンなんですけれども、きっと下の方には若干この土というか、そういうものはあるんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっとそれこまでねほじくっては言ってないんですけれども、純粋にこの変色した岩石のところから緑が生えてくるというね、シンプルにこの植物の生命力の強さっていうところを伝えることができると思いますので、そういったところをですね、ちょっと純粋に撮ってみたというところです。なので、その緑が生きてくる環境っていうところにも目を向けてみると、非常にその生命力の表現につながってくるのかなと思いますので、ただ単に土から生えてくる緑ももちろん綺麗ではあるんですけれども、こんなところからっていうところに目を向けてみるっていうところも、またね、いろんな環境でそれはできることだと思うので、そういう視点で見てみるとね、面白いかなと思います。僕は結構好きなのは、道路とかね、走ってる時になんでしょうね、土手があるんですけど、土手なのかな、そこにこうパイプとかがあって、地下水をこう流して土砂崩れが起きないようにするパイプがあるんですけど、そこからなんか植物がもわっと生えてるような、ああいうシーンとかものすごくね、生命力の強さを感じるので、もうそういったものでもいいと思うので、何かこんなところからっていうところに目を向けて撮ってみるとね、非常にユニークな表現ができるんじゃないかなと思います。続いてこちらは新緑の写真ではないんですけれども、今年の初夏に撮影した上高地での写真になります。なのでこの後ろにある山並みを見て、ああそうだねってわかる人もいるかもしれないんですけれども、これは西穂山荘からねずっと登っていった独標だとかピラミッドピーク、西穂高岳の山並みになります。もうちょっと奥に行くと奥穂高岳とかね、前穂とかが見えてくると思うんですけれども、この時は朝からもやが漂って、こんな感じでね下に雲がこうブオーっと、あるんですけれども、その上部にこう浮いて出てくるような感じでね、西穂の、姿がありました。そこにまだ残雪が残っているっていうところでは初夏のね、感じが感じられるのかなというふうに思うんですけれども、そこをねちょっと撮影していました。でこれね実は言うと田代湿原っていうところで撮影してるんですけど、湿原撮ってねえじゃねえかっていう、感じなんですが、そこに、ある立ち枯れの、カラマツの木ですね。あの辺りのカラマツすごい綺麗なんですけど、カラマツの立ち枯れの木を、こんな感じに前に添えて撮っています。で上高地らしい表現ってなんだろうなって思ったりもするんですけど、もちろん大正池とかのね綺麗な朝もやを撮ったりとか、かっぱ橋入れて穂高入れてってもちろんそうなんですけれども、なんかこの神が宿る神聖な場所、そういったところに絡めて、できないかなっていうところで、このね立ち枯れのカラマツの木がですね、私はこう剣というかね剣のように見えたんですよね。そうかそうか、剣ってなんかその神聖な、神に捧げるようなものっていうのもね、やっぱり歴史的な背景的にもねあるので、もちろんこれは日本だけじゃなくて、日本だったら刀とかがそうなんですけれども、もちろん海外とかでもね、やっぱりこの刀って結構その神聖なものだったりもしますので、刀とか剣っていうのは、そういったものをちょっとこの山をバックに、一緒に表現してみたらいいのかなと思って、今回はねやっています。であえて白黒にしているのはこの山の形、そしてこの剣の形っていうところに、一番私は惹かれたっていうところにもありますので、色彩の要素は抜いて白黒でね表現をしています。この上高地っていうのは
本当に自然の環境がどんどん変わっているような状態でですね、暴れ川であるあずさ川の存在だったり、土砂崩れもあったりとかですかね。最近は特にそういうのが多いですよね。で、やっぱりなかったところに湿原が現れたり、湿原だったところが今度はまた乾燥化して森に帰っていったりとか、そういうような変化がね、ある場所なので、きっとこの唐松もね、もともとは生き生きとして生えれたんだけど、やっぱりこう水が多くなってきたりとかね、そういう土壌の変化によって枯れてしまったりとか、そういうところでもね、今しか見られないものだったり、今だからこそ見れるものだったりすると思うので、上高地に行った時にはちょっとそういうところにも目を向けて、穂高と一緒に撮ってみたいなってこれからもね、ちょっと感じています。またね、上高地のワークショップ等もですね、やっていますので、また夏以降もやりますので、ぜひですね、ご参加いただければなと思います。普段撮っているというかね、見ている視点とまた違う形で、ご案内できるかなと思いますので、はい、そんな感じで興味のある方はまた参加していただければなと思います。そんな、神聖な上高地で撮影したね、作品をちょっと一つだけ紹介いたしました。続いては濃霧の日の朝に撮影した水ならの木々になります。この日は朝から非常に濃い、霧にこの辺りは包まれてですね、太陽が上がってきた時にその霧を透過して、またこの木々たちを透過して光芒がね出ていて、非常に幻想的なね朝でした。いろんなところで、大きな木々たちに光芒が出たりしてね、いたんですけれども、私はこの2本の木が特に好きでですね、この日の朝はこの撮影からスタートしていました。で、この木はですね、見るからにね仲良さそうな感じで、上は自由に伸びていて伸び伸びとしているっていうところで、もう下を辿っていくと、根っこはねつながっているように見えるんですけれども、そんなね2人のその関係性っていうところがね非常に、いいなというところで、そしてバックライトでね朝の光を照らされているってこの柔らかい雰囲気っていうところをですねちょっと、一緒に合わせられたらなということでね撮っています。で、純粋にこうパッと見た時はね、両者なんか仲良さそうだなっていうね、下の方で手をつないでるような感じもするんですけど、実は言うとこの木はですね面白いんですけど、下の方辿っていくとそれぞれの木っていうのは独立しているんですよね。で、根っこがね、根っこをなんかこう浮かせ合っているというか、やっぱり最初は良かったんだけど、成長してきてお互いに大きくなってくると物理的にその、スペースが狭いので、根っこが根っこを浮かせ合ってくるようなね、そんなちょっとね争いごとになっているような木でもあります。なので遠くから見ると仲良さそうなんだけど、近寄ってみると結構やべえなっていう、そういったちょっとギャップがね面白いっていうね、そこが私はこの木の気に入っているところになります。なので現実的にはそんな感じでね、お互い根っこが近すぎるので大変な部分もあるんですけど、きっと内部で、強い結束力がねあったりして、お互いそれで共生してるっていう部分もねあるので、そういったところをですね、これ霧がうまくその下のいざこざをねかき消してくれて、いいところだけを表現してくれているというかね、そんな感じがねあったので、その温かい雰囲気をね私は中心に撮影をねしています。本当に素晴らしい濃霧のね日の朝でしたけど、やっぱ初夏はねこれはやっぱ最高ですね。霧っていうのはやっぱりいいものです。はい。ということで、ちょっと水ならのね、写真を紹介いたしました。続いてはちょっと可愛らしい作品になるんですけれども、三花葉を撮影したものになります。三花葉っていうと5月の中頃から6月ぐらいにかけて、見ることのできる白いね、お花になるんですけれども、雨が降った後とかね、になるとこの花弁が透明になってスケルトンになるので、それをね、撮りに行く方も多いんじゃないかなと思うんですけど、私もね、今年は雨が降った翌日とかにね、狙っていって、なんとかね、透明なものを撮ったりしたんですけれども、非常にね綺麗ですよね。ただその今回は透明なものではなくて白い花びらのものをですねちょっとお見せしてるんですけれども、この三花葉っていうのは他のちょっとお花と違うところがあってですね、もちろん共通するものもあるかもしれないんですけど、例えば桜の花びらだったら散った後っていろんなところに散ってしまって、いるんですけど、この三花葉っていうのは下のこの葉っぱがですね非常に大きいので、それがねお皿みたいになってるんですよね。で折った後にその自分のお皿のところに、葉っぱのところにね全部花びらが溜まっていくんですけれども、その光景が何とも言えないんですよね。でこちらのねちょっと自分が、いいなと思ったところなんですけれども、やっぱその落ちてるものを見て残り1枚って見た時に、もうあと1個で終わっちゃうんだっていうその、気持ちもねもちろんあるんですけれども、いかんせんこのビジュアルからですね、あと1個だよみたいなあと1個だみたいなこう喜ぶ見てるようなね感じもしますので、そのギャップっていうところもあってね、ちょっと悲しさを打ち消すようなこの喜びの、気持ちの方が強いような、自分の仕事を全うしました、もう次の、ステージに行こうとしているようなね、早く実をつけようっていう美味しいベリーをつけようっていうね、そんなような、シーンだったので、ちょっとそこをね表現
してみました。なのでもちろん悲しそうに表現した写真もね撮ったりもしたんですけど、私はこのギャップですかね、そこが、に惹かれたのでね、ちょっとこちらのね作品を選んだんですけれども、参加用は本当に花びらももちろんですけれども、このね落ちた花びらですかね、このお皿に溜まってる花びらに、目を向けて撮ってみるっていうのもですね非常にいいと思いますので、もしね今年はその花びらばっかついてる花びらばっか撮ってるっていう方は、来年はまた落ちた花びらもね一緒に合わせて撮ってみると、いいんじゃないかなと思います。まだ見れるところ多分日陰のところだったらギリギリあると思うんですけれどもね、標高の高いところだったらもし見かけたらぜひ撮ってみてください。そして最後の1枚はこちらになります。これはですね、決してさっきのような攻防があったりするような幻想的なシーンではないんですけれども、自分にとってね、すごく貴重なシーンだったので、ちょっと今回紹介したいなと思います。で、これはですね、真っ昼間に撮っているので、光もかなり強いようなシーンになるんですけれども、たまたま歩いている時に、右側からね、こう見えたっていうね、飛び込んできたシーンだったんですよね、まさに。で、もうそれにしか見えなかったっていうところで、ちょっと撮影をしたんですけど、それってなんだよっていうとこなんですが、見ての通り古木があるんですが、その古木の断面にもたれかかるように、あるですね、死者の姿っていうところで、ちょっとそこをですね、発見して、撮ったというところですね。はい、死者に見えてきましたでしょうか。古木のところにね、右手をこう挟み込むような感じで、左手は伸びていますよね。で、胴体があって、右足が屈曲していて、左足はずっと伸びている。で、その左足の太ももあたりの、皮膚というかね、何か衣類を羽織っているのかわからないんですけれども、そういったものがもう剥ぎ取れているような、ズタボロなので死者のような姿。で、なんとなく顔も見えるし、苔がね、紙のような感じにも見えたりするので、もうちょっとそういう風に見たらそういう風にしか見えなくなったというところで、ちょっともうそれを表現していこうということで、撮った一枚になります。で、このもうズタボロになった死者っていうのは、多分白樺だと思いますね。この辺りにある植物だと。それが突っかかっていたっていうところなんですけど、ちょうど光がね、この死者に当たっていたのでね、浮き出て見えたっていうところなんですけれども、両者ね、いずれももう命を終えているような状態になるんですけれども、その2人がね、こんな感じでこのまた森の中でね、一緒に生きていくというか、寄り添って生きていくというか、その死者がね、どういう思いでこの古木に寄り添っているのかっていうところなんですけれども、そんなね、瞬間っていうところでね、貴重だなということでね、撮りました。で、最初撮った時っていうのはこの古木で後ろのシダ隠して撮ってたんですけど、なんかその BGM 的に暗いメロディーが流れてきちゃったんですよね。そう、そのシダっていうのはね、BGM の存在なんですよ、実は言うと。で、ちょっとこれがないと暗すぎると思ったんですよ。でも、シダがこんな感じで左からちょっとこうあることによって緑とね、光が当たってる存在があると、なんとなくこうネガティブではないメロディーが流れてくるような気がしたんですよね。だから、どっちがいいだろうな。でもやっぱ2人でまた生きていくんだったら、華やかな方がちょっとこういいのかなって思ったので、ちょっとその BGM として明るい音楽、ちょっと明るい音楽というイメージでこのシダを覗かせたという感じでね、フレーミングというか構図を自分の立ち位置を変えてやったという感じですね。本当にこれは貴重なシーンなのか何なのかわかんないんですけど、私は少なくともこのシーンを見れてよかったなっていうふうに思ったのでね、ちょっと、今回は紹介をさせていただきましたけれども、またね、皆さんぜひ、自分なりに、なんかこんなシーンに見えるな、みたいな、ちょっとそういうものがあったらね、ぜひ形にしてみてください。また、視聴者さんの写真を紹介するコーナー等で、こういうのに特化したコーナーとかやれたら面白いなとも思ったりもするんですけれども、なんかに見えるシリーズとかね、そんな感じで皆さんにも参加していただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、今回はですね、初夏に撮影した10個のね、作品を紹介させていただいたんですけれども、また皆さんの撮影の中でもね、活かせることが一つでも二つでもあればね、私自身もすごく嬉しいですし、また今後もね、こういった形で、お話をしていければなというふうにね、思います。またこの夏もですね、私の撮影のワークショップ等もですね、やってまいりますので、興味のある方はまた概要欄の方をチェックしていただければなと思います。そして前回の動画でもお話しさせていただいたんですけれども、私の新しいアートブック、タイムオブランド、アイスランドで撮影してきた、時のですね、アートブックが販売開始になっておりますので、ご興味のある方はぜひ手に取っていただければなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。